こんばんは、ヤマハミュージックジャパンの末竹です。今日は田園調布のブースタジオからお届けしています。今回の企画、バーチャルボード 2DS ですけれども、ボード 2DS は、EQD の動画シリーズでアーティストの方にエフェクターボード、機材を紹介してもらう、動画です。今回はヒントの伊藤真さんをお迎えして、彼の機材、音へのこだわりを、解説していただきます。それでは早速伊藤真さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アースクエイカーデバイスですけれども、伊藤真さん、モニターアーティストということで、いろいろと、一緒にお仕事をさせていただいてますけれども、まず EQD はやっぱり音の抜け方、あとは可変幅、想像を超すぐらい広いというところと、あとやっぱりジェイミー・スティルマン、社長兼、開発者がいまだにアーティストとして活動しているので、直感的に音作りができるとか、アーティスト目線の部分が多いのではないかなと思いますけど、いきなり質問で申し訳ないんですが、いかがでしょうか。いや、もう本当その通りだと思いますね。そのジェイミー自身がミュージシャンだからこういう音が自分自身が欲しい音をまず作ってるんだろうなっていうのがあるのと、それがなんていうんですかね、いろんな音が本当詰まってるんで、それがこうなんか楽しめる要素がいっぱいあるっていうのが僕はすごく好きですね。確かに可変幅が広いので、いろいろなアーティストの方に試していただいても、もう皆さん全然設定が違うですよね。こんな設定でやってるのっていう、よくあることでして、そういった、EQD の中身も含めて、今日はですね、伊藤真一さんの、バンドヒントの曲を聴きながら、進めさせていただきたいと思います。まずですね、本題に行く前に、今日はですねプレゼントキャンペーンも、行っていまして、アースクエイカーデバイスのスペシャルデリバリーというものをですね、用意しています。こちらですね、番組の途中で、ハッシュタグをですね公開しますので、そのハッシュタグを使って、キャンペーンに参加していただきたいというふうに考えています。こちらですね。はい、こちらも、今回の動画、たくさん登場しますので、ご期待ください。というところで、まず、いろいろと新さんに、質問をさせていただきたいと思うんですけれども、音楽を始めたきっかけ、ベタなところなんですけれどもギター始めたきっかけですね、は何だったんでしょう。僕はもう超ベタにクラプトンですね。ギターを始めたきっかけはもうクラプトンを聴いてから。でもそれ何歳だったんですか。始めたのは17歳の時ですね。だいぶ渋いですね。そうなんで、なんか確かラジオかなんかでクラプトンの曲が流れてるのを聞いて、でそれで好きになって、どうやらこの人はギターの神様って言われてるらしいぞとでそれがきっかけで、自分もギター始めてみたいなって思ったのが最初のきっかけですね。なぜか新さんフランク・ザッパーのイメージが大好きですよ。あったんですけど、クラプトンとはちょっとね、でもザッパーはなんかもっと後になってからですね。そうなんですか。20歳ぐらいの時に一回聞いて、なんか全然なんか理解できなかったんですよ。そうですね、いろいろやられてましたからね。でそこからちょっと一旦寝かせて、何年か後に聞いた時にすんなりこう入ってきたというか、楽しい音楽だなと思って、そこからは大好きです。なぜか僕はザッパーから入ったのかなというふうに感じておりましたけど、当時よくカバーされてたバンドとかってあるんですか。カバーは最初中学校の時とかにユニコーンとかが大好きだったんで、ユニコーンの曲ちょっと弾いたりとか、あと同じ高校に通ってた人で楽器やってる人がいて、その時話したことない人たちだったんですけど、
僕がギター弾いてるっていうのをなんか誰かから聞いたみたいで、ジュディ&マリンのコピー版やるからギター弾いてくれないかって言ってでそれが初ステージですね、コピー版でジュディ・マリンやったのが。はい、まあ、昴生さんもはい中学生の頃からの同級生です。で昴生さんはどういった影響をでも近いですよ。僕と一緒でユニコーンとかあとレピッシュとかカステラとかピーズとかそういうちょっとひねくれた音楽というかが2人とも好きで、なんか一緒にバンドやりたいねみたいな話はなんかしてたんですよ。それがこんなにも続いているというそうですね、当時私の4つ下ぐらいだと思うんですけども、はい、ちょうどオルタナがどんどん出てきて、はいはい、いろんな音楽が聴けるようになってた時代だとは思うんですが、かなりヒントにも影響は大きいんではないかなというふうには、はいはい聞いて分かるというか、はい、それでスタイルギタースタイルなんですけど、はい、カポをですね、2つ使うとか。カポそうですねあれはあんまり見たことなくてですね、はいはい、どういった発想で。なんか最初きっかけは別に特になかったんですよ、はい、なんとなくカポ使ってみて音が変わるのが楽しいなと思って使い始めたんですけど、2つ使ってますよね。2つ使ってる人ってあんまりいないかもしれないですね、はい、あれは僕は一緒にその昴生とアコースティックのユニットもやったりするんですけど、はい、そこでは変速チューニングでずっとギター弾いてて、はい、で変速チューニングって普通にコードを押さえても音の並びが変わってくるから、例えば A 弾いてもレギュラーで弾く A とその変速チューニングで弾く A って全然違う、雰囲気が違うし、普段抑えられない感じの、はいはい、コードになります。でなんかそれをエレキギターのレギュラーチューニングでもなんか再現できたらなっていうのもあって2つ使うようになったんですけど、なんかあれですね、カポも一種のエフェクターだと思ってるんですよ。素晴らしい、はい、そうです。音が変わるっていう意味では、はい、だからもう最近はもう本当ほぼエフェクター感覚みたいな感じで、カポがないギターを抱えてる新さんあんまりイメージはないんですよね。なんかカポがないとなんかちょっと不安になってきますね最近は、そのエフェクターなんですけれども、その機材を選ぶポイントというか、はいはい、エフェクターボード見るといろいろなブランドはあったりするんですが、どういった、ポイントで選んでるかこだわりみたいのはありますか？これがですねこだわりがないんですよこだわりがないのがこだわりなのかなって思うんですけど、例えば、トゥルーバイパスかどうかとかよくあるじゃないですか、はい、なんかそういうこだわりが全然なくて、中にはこう音痩せするのを嫌う人とか、トゥルーバイパスじゃないと嫌だとかバッファードじゃないと嫌だみたいないろいろあると思うんですけど、なんかそういうのは僕もなんか自分の中で全くなくて、本当特にこだわりがないから逆にその選べる範囲はむちゃくちゃ自分の中で広いというか、どんなエフェクターでも結構いいなと思えばもうその来いと、はい、俺に渡してみろと、ね、そうですそうです、はい、なんかEQの、インターステラーオービター、はいはい、あれもなかなか、扱える方が少ないと思うんですけれども、新さん即座に気に入ってエクスプレッションペダル2つつなげて使ってましたよあれはなんか僕の中じゃすごいいい、そんななんか難しいのかなっていう気はしたんですけど合う合う合うっていうなんか人の声がするような、あそこはなかなか使いにくいと思われているのかもしれないですね、あれなんかめちゃくちゃ面白いと思いますけどねそのエフェクターボード、でいうといつも巨大なボードを組まれています、すみません、これ画像1枚目って、出ますかね。これですね、はい、これタペンススタジオというところに行って、EQD セッションを取った時のボードなんですけども、これだけで25
僕が数えたら28なんですね。なんならここから2個ぐらい増えてますねまたもうこれ車じゃないと運べないですね。無理です。でももうちょっと少ない時は全部自分で運んでたんですよ総重量多分リハに行くのにギター背負ってこのエフェクター全部持って30キロぐらいを毎リハごとに全部自分で運んでたんですよね。最近はもうちょっと車で諦めてますそうですね、はいはい、それで2枚目の画像いってもらえますかね。いや、これ、アースクイカデバイスの、スイッチャーなんですけれども、これが見えるんですよね。はい、で、接続は、全部直列というふうには聞いていたんですが、はい、これループ1ループに切り替えたりとかそれはループはこのループは使ってなくて、僕はこのシグナルの一番最終段に置いてて、はい、でアンプ2台使ってるんですけど、はい、それの、アンプ2台を鳴らすスプリッターっていうんですかね、その2台鳴らすために一番最終段に置いて A と B で2台のアンプに振り分けるっていう使い方をしてます。ヒントでは今、メサブギーマーク1、はい、それとオレンジ、はい、特徴だいぶ違うんですけれども、はいはい、どういった使い分けというか、同時鳴らして得られる、はい、狙っている場所効果っていうのは。そうですね、常にずっともう2台が同時になってて、でブギーの方が割とミドルが強い感じで、オレンジの、あれは、ロッカー30っていうモデルなんですけど、はい、の方はもうちょっと帯域が少し上にあるんですよね。でそれが2つ合わさると割と自分好みの音に近くなるというか、狙ってるレンジが全部カバーできる。そうですね、はい、でまたアンプの話ですけれども、スパルタローカルズではマーシャルの JTM45、はい、このバンドで使い分けてるポイント、これは、スパルタの方だと基本なってるのはブギーのマーク1の方だけで、マーシャルの JTM45 の方を、ギターソロとかガツンといきたい時に一緒に鳴らすっていう風な使い方をしてます。でマーシャルの方は割とちょっと歪んでる状態にしておいてっていう感じですね。ある意味ブースター的な。そうですね、はい、マーシャル JTM45 とバッと前に飛んでいくイメージがあるんで、はいはい、そういう使い方だったんですね。で、スパルタも、ヒントも昴生さんとのツインギター、はい、でツインギターの分担というか、はい、バンドの中での、話し合いというか、はいはい、どういう形で構成されてるんでしょうか。これはなんかその曲の出来方にもよるんですけど、曲作りのパターンに2つあって、だいたい昴生が、もう普通に頭から作ってくるパターンと、僕きっかけで、リフなりコード進行を作ってそれを昴生渡したりとかバンドで膨らましていって作るやり方があって、でそのなんか曲の作り方によって割と役割が、自分のギターの役割が変わるっていう部分がありますね。昴生さんの、ボーカルなんで、はい、割ともう、歌メインのところからっていうアプローチ、はいはい、で新さんがギターリフ、はい、っていうそういう振り分け方そうという理解でよろしいんですか。なんかね、あれなんですよね、その昴生が作った曲の中の自分の役割っていうのはもっとなんか細かなパーツ、自分のギターは細かなパーツっていう役割かなって思ってて、そのここの部分なんかここになんかちょっと違う部品が欲しいなっていう時にその何か持ってきて、ここもなんか違う部品が欲しいなっていうのにまた別のギターを持ってきてみたいな細かなパーツの寄せ集めみたいなのが自分のギターの役割で、その僕のリフきっかけであったりとかの場合はもうちょっと大きな柱に自分のギターがなるっていう風な考え方で大体作ってます。で、今回ですね、聴いていただく、懐かしい人、はい、あれは最初は昴生さん初ですか。そうです。
早速でも聞いてみましょうか。そうですね。はい。はい。今回はですね、田園調布のブースタジオから、お届けしています。今回ですね、聴いていただく、曲は懐かしいとはですね、EQD のメンバー全員、ジェイミー、ジュリー、いろいろなメンバー、音楽とかもめちゃくちゃ好きで、サポートしている、アーティスト、ミュージシャンに、セッションをしてもらうという、そういった動画でですね、今年の、4月に公開された、EQD セッションヒントという動画からになります。でこれは、去年の11月ですねに、タペンスハウスというスタジオで、収録したものになります。でまずじゃあ曲を聴いていただいて、はい、それからお話を伺いたいと思います。では動画の方よろしくお願いします。懐かしいですね。こちらに行かれたのは初めてですか？いや2回目です。昔レコーディングで1回行ったことあるんです。雰囲気があってすごいスタジオですね。いいですよね。気がしているよ。まるで僕たちは子供のように。新一さんEQD の仕事いろいろしていただいてるんですけども、モニターアーティストになった経緯っていうのを説明していただきます。これは中尾さんにお声掛けをいただいたんですよね。ある日ちょっと伊藤君アースクエイカーのエフェクター弾いてみてくれないみたいなことを連絡いただいて、でももともとファンだったのでその EQD 自体がもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。でその後にエフェクター40個ぐらいドンと届くっていうそうですもうね宝の山が来たぞって感じでしたよさすがっていうギターワークですねギタージャガーを選んだ理由っていうのは何かあるんですか？これはジャガーは、特に僕はシングルコイル系のギターがやっぱり好きなので、シングルコイルの方がこんだけエフェクターたくさん使ってると相性はシングルコイルの方がエフェクターとの相性はいいのかなっていう気がしてて、あともう単純にこのジャガーの何とも言えないこのやんちゃな感じが好きなんですよね。ジャガーはエフェクターのノリがいいのかなっていうなんとなくいい気がします。歪み系とかの相性もジャガーはいいというか、自分好みになりますね。いいですね、この手弁当というかメーカーが作りましたっていう動画奥にうちのスタッフがカメラ持って立ってますけどこの EQD のいいところはやっぱりこういう動画を、臨機応変にどんどん作れるっていうのは、すごいですよね。そのエフェクターのメーカーでそういう映像も作るチームがいるっていうのはすごいですよね。後ろに映ってるのがこれすごい何気にすごい嬉しかったんですよジェイミーとジュリーですね。
バッチシありますね。ヒントはもう今年は、活動ははい、ライブはもうライブ納めしましたね。来年はどういう予定に今なってるんでしょうか。来年はまだ動きがはっきりとは決まってないですけどまあ新曲を作りまくりたいと思います、はい、そうですね、新曲というと、このライブの CD の曲と聞き分けてもやっぱり音の広がりとか臨場感が全然違いますね、なんかまあ一応、自分たちはどっちかっていうとライブバンドだろうなとは思ってるんで、懐かしい人ということで、この曲ですね、私なりに、ブレイクダウンしまして、ポイントが4つあるんじゃないかなというふうに、思ってます。でまず最初にですね、イントロですね、風に乗ってくるようなリバーブというか、ここをまず聞いて解説していただきたいなと思うんですが、2番目の動画、それではお願いします。子供のように答え合わせをしてた懐かしいですね。ここの部分の、エフェクター、特徴的ですね、ちょっと解説の方お願いしてよろしいですか。これは、まずこの曲は、前編このメビウス、ストライモンのメビウスっていうエフェクターの中に入ってるデストロイヤーとかいう、プリセットっていうんですかね、があるんですけど、それで、音のビット数を8ビットとかに下げてるんですよ、もうずっと全編通して頭からケツまで。でそこに、深いリバーブかけて、でさらに、アタックをなくした音でふわーっていうこう霧みたいな、風のようなこう、もうなんていうんですかね、幕をスウェルというか、そうです、スウェルですね、でそれに、トランスミッサーで風効果を、EQD のトランスミッサーですね、を作ってるっていうのが、そうですね、もういくつかのエフェクターをこう重ねて作ってるっていう感じ。最初にやっぱり風の音はやっぱ耳に入ってくるんですけれども、やっぱりその深いディレイ、ごめんなさいね、リバーブ、先ほどの、メビウスの8ビットまで落としてる、そこは全然気づきもしなかったんですけれども、そういった音作りをされていると、すごい印象的な、雰囲気をまず醸し出す、フレーズだと思います。それでは次の、ポイントですね、ブリッジというか、サビのすぐ後のフレーズですかね、これまた動画お願いします。これはですね、度肝抜かれたというか何をしてるかわからない、この音数通り弾いてるようなですよね。これもう本当にエフェクター様々のまさにプレイなんですけど、これはこの曲の自分の中の裏テーマみたいなのがあって、イーブンタイドの H9 っていう、エフェクターがあるんですけど、
それを買ったはいいけど全然持て余してたんですよでどうにかしてこの曲でH9 を使いまくってやろうと思って、はい、でそれが自分の中の裏テーマにあったんで、これはその H9 の中に入ってる、ピッチ系のピッチディレイみたいなエフェクトを使って下の9度下の4度上の4度上の9度みたいな感じで音をこう1回ヒットしたらその設定したリズムに対してタタタッタディレイなんですね。そうなんですよ、ピッチディレイみたいな感じなんですよ。いや私はもしかしたらこの EQD のね、はいはいはい、これだったんじゃないかなと思ってまして完全にこれだと思ったの。あれでも実音でやろうとしたら多分スティーブ・バイぐらいじゃないと多分できないんですよそうですね、そうなんです。でしかもそれにそのさっき言ったメビウスのそのビットクラッシャー的な、確かに、なんかちょっと壊れたコンピューターみたいなイメージで作ったんですよね。そう分かりました分かりました。いやこれは完全にもうアースクエイカーのエフェクターだと思って、質問に加えたんですけれどもね、イーブンタイドが来るとはちょっと思ってなかったですねはい、そしてですね3つ目のポイントというか、ソロですね。そしたらまた次の動画お願いしてよろしいですか。この音はなかなかいなたいというか、まさにホーンみたいな感じですね。そうですね、本当まさにそのトランペットをイメージして音作りしたっていう。これですね、非常に印象的な音なんですが、動画見てるとパッとこう足、動いてポグを、エレハムのポグ踏んでるのかなと思ったんですが、テーマはイーブンタイド H9 ですよね。H9 踏んでましたこれもその H9、 この曲の中で多分その H9 で4種類ぐらい音を作ってて、でそのセクションによって切り替え音色のその変えてどんどん作っていってるんですけど、これはそのシンセサイザー系のプリセットを自分でいじくってちょっとトランペットっぽい音にならないかなと思って。そうですよね。なんかこうギターのいい骨太というか、背骨ポーンって抜いたような、なんか腰が抜けたようなそれがね曲にすごく合ってるっていう、素晴らしい、音作りというかですね。これすみません、もう一度今の動画お願いします。この辺は新さんらしいですね曲を引き立たせるというか、なんかこういう音は好きなんですよね。こういうところってバンドで話してますか？こういう雰囲気でソロの音作りたいとか。いやもう最近はそこまで話さなくて、むしろなんか最初にこうメンバーを驚かせたいみたいな自分の中にあるんですよねメンバーの驚く顔をなんかこう見たいみたいなちょっととこがあって、いやというのは次のときめきドライでも、新さんではないんですけど、ベースがですね、なんかコントラバストロンボーンみたいな音がするところがありまして、なので曲を書く上でお互いになんかこう話し合っているのかなとは思ったんですけど、
そうなんかもうあうんの呼吸みたいな部分もあったりです。昔はなんかもうそれこそ細かい部分まで話してたりはしたんですけど、最近はもう割と、まあ、もうお互いのその場のノリでやったりもしますし、でも特に細かい話し合いっていうのはしてないですね。そうです。わかりました、わかりました。それではまた、最後ですね、懐かしい人の最後の動画をお願いします。だいぶファンキーですね。ピックアップは今どちら使ってますか？これは、リアとセンター、リアフロントどっちもの状態ですね。ハンバッカーみたいな感じの、ハンバッカーというか、パラレルっていうんですかね。わかりました、わかりました。いっぺんにこう信号が上と下通る、ということですね。で、今の、ポイントなんですけども、音作りとしてはどういったところ？これは、オートワウですね。オートワウですね。オートワウと、これズームの小型のマルチがあるじゃないですか。あれで音作りしてて、コンプとオートワウとコーラスがその中で、こう組んで、それを踏んでるんですけど今回もですね、オートワウだろうなっていうふうに、これをまた使われたんじゃないかなと思ったんですけど、この曲も作った時にレコーディングした時にはまだその出会ってなかったんで、ただ今なら別に、全然そのスペシャルデリバリーでもやれるんでしょうけど、あとあれですね、全部直列なんで、その踏み分けの効率とかも考えて踏んでるっていうのもあります。そうです。タップダンスみたいになりますもんね。本当なんかいろんなところ踏まないといけないと、一拍のブレイクの間に4つぐらいエフェクターを踏んだりするんですよ。その曲によってはもうだから半分命取りみたいなことになるんですけどでこの曲あともう一つ動画残ってます。最後最後のパーツですね。イーブンタイト今いきましたね。今のはこれは、5度上と3度上の音を足してるんですね。古徳さんだいぶ自然に音の厚みというか最後にレインボーマシン。レインボーマシンはもう本当こういうちょっと効果音的な音を出したいときはもうマストで使ってますね。で、今回のこの曲懐かしい人ですけど、何か新さんの方からお伝えしたい、コメントしたい部分は言い残したこととかありますでしょう？エフェクターの使いすぎは命取りになるよということですかね。はい。切り替えが苦じゃなければ
ぜひいろんな組み合わせでやってみてほしいなと思います。まあ、サイズのボードになりますよということですね。そうです。あと運搬が大変ですよっていうことですね。そうですね。それではここでですね、今回のプレゼント企画の、ご案内を、したいと思います。プレゼント企画はですね、はい、まずアースクエイカデバイス EQD のツイッターを、フォローしてですね、ハッシュタグ下に出てますね。はい。魅惑の EQD、はい、このハッシュタグを使って、ツイートしてください。でツイートする際にですね EQD の、気になるペダルとか持ってて、気に入っているもの、EQD のペダルを何か一つ、明記してください。それでは、キャンペーンの、参加方法になりまして、このですねエフェクターとこのエフェクターにはですねアースクエイカデバイスステッカーだったりピックもついてますよね、ピックも入ってたりピックどこ行った、ピックですね。あと社員一人一人ですねこういったベースボールカードがありまして、こういう遊び心が最高なんですよね本当。はい、明日登場する、タカさんという我々タカちゃんと呼んでるんですけど、タカちゃんは外れだろうという噂がありますね今回は、別の方ですけれども、はい、これを、プレゼントしますのでご応募の方よろしくお願いします、はい、ぜひ。はい、それでもうあっという間に時間が過ぎてですね、あまり時間がなくなってしまったので、次の曲ですね、に移りたいと思います。この曲は1曲通して、お聴きいただき、聴いていただいている間に解説もお願いしたいというふうに思っています。動画の方お願いします。これはリバースディレイです。リバースディレイです。LINE6 の DL4 でしたっけ。はい、はい、で作ってますね。これなんでこういうエフェクトなのかなと思っていたときに、はい、この曲の PV を見たんですね。はいはい、これも過去になんかちょっと戻るようなそういう雰囲気なのかなと思いまして、はいはい、これでもそうですね、音源だとなんかもうちょっとあっさりにしてるんですけど、これライブバージョンっていうので、こういうちょっともうちょっとドラマをつけてるというか、ドラマチックな感じですかね。ここもオートバウ、これがもうスペーシャルデリバリーのサウンドですね。これはそれにプラスしてデジテックのワーミーの 5度上の音を足してます。それは全く気づかなかったですね。だいぶローパス寄りですね。これもともとは、この曲をレコーディングした時は、エレハモのマイクロキュートロンを使ってたんですよ。で、キュートロンも好きなんですけど、かなり音がピーキーな感じになるというか、よく言えばめちゃくちゃ攻撃的なオートワウなんですけど、でもそれあまりにもちょっとピーキーすぎて、コンプで、先頭のコンプでちょっと頭をこう叩いてあげてたんですけど、このスペシャルデリバリーは結構シームレスに選べるじゃないですか、バンドパスからローパスまでと、ハイパスローパスをこう、好きなポイントで、決めれる。なんでそのコンプをかけなくて済むっていうのが素晴らしいですね。実はこれこの曲を聴きながらですね、どんな質問をしようかなというふうに、私の方で、過去何日か聴いてるんですけど、もう本当にもうずっと最近この曲が頭の中流れててもう電車に乗ってもシャワー浴びててもずっとときめきドライが今僕の中でテーマになってますね。でこの、リバーブは
これは、はい、ディレイで DL4 ですね。あ、はい。DL4 のディレイもいろいろありますけど、古いエコーっぽい、メインで使ってるそのベーシックなディレイは、多分確かデジタルにモジュレーションがついてるタイプのディレイだった気がします。ギターに焦点やってますけど、はい、昴生さんもだいぶ難しいことやってますよね。ボーカルギターの人って普通にただストロークする人とかも結構いますけど、その辺はやっぱりちょっと普通のボーカルギターの人とは全然違いますよね。結構普通にフレーズも弾いたりしますし、よく歌いながら弾けるなって思ってます。さっきちょっと話してた、はい、ベースラインのコントラバストロンボーンっぽいですよねっていう、あれ夫婦踏んでますよね。あ、そうなんですね。はい、いや話しててそこミスっちゃったなと思いましたこれでもその音源バージョンは全然っていうか、音源バージョンは前のベースが弾いてるんですけど、はいはい、これはそのライブ仕様であそこで夫婦を踏んで重厚な感じが出てると思うんですよね。やっぱり夫婦ビッグマフ系というか前にドーンと出る、はい、パワフルなところというか、使い方としては、はい、こういう使い方あるんだなという、面白い使い方ですよね。はい、そうですね。今回ですね、ヒントの EQD セッションから2曲ギターの方です解説していただきました。時間も早いですね。はい、割と早めに終わって時間も手遊ばすのかなと思ったんですがもうギリギリになってきたところで、はい、このプレゼントのですね、はい、エフェクターに新さんからサインをいただきたいと思います。はい、これってこのままお渡ししちゃっていいですか？大丈夫です。はい、書かせていただきます。でもこれサインない方が欲しいっていう人も多分いると思うんですよね。そしたらなんか消せるやつありますよね。当たった方はですねツイートしていただいて、我々が見つけたら対応させていただきます。そうですよね。はい、シンナーとかで消してください。自分で。一応書かせていただきました。はい。ありがとうございます。はい、あっという間に終わりましたけれども、はい、本日はですね、田園調布のブースタジオから、配信させていただきました、アースクエイカーデバイスシーズ、バーチャルボード2です。伊藤真一、新さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。いつも終わりがなんかどうやって終わっていいのかっていうではまた、明日ですね、朝10時からアースクエイカーデバイスーズの、ファクトリーツアー工場見学とですね今、このコロナ禍でどういった生産をしているかと、いうドキュメンタリーをお送りしますので、こちらもお楽しみ、ご覧になってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。